今日は世界で何食べよう。どうもしょうがです。ビバンで一躍有名になった世界一の金持ち国家モンゴルでラム肉韓国料理を食す。旅の資金残り628万円。今回ジョージアからトルコを経由してモンゴルの首都ウランバートルへやってまいりました。15カ国目モンゴルのウランバートル空港到着。モンゴルは中国とロシアに接する国で世界で18番目に大きい国土を要して、なんと日本よりも4倍も大きいらしいです。空港から市街地までの行き方はバスもあるんだけど不便なのでタクシーで行くのがベスト。そして市街地までの距離はなんと 50km。 いや遠い。今回は宿の人に事前にお願いをしていたので、迎えに来てもらって市街地までタクシーで行って宿でチェックインを済ませた後街歩きをしてこようと思います。スノー、あ、本当だ、スノーだ、雪だ。スノー、雪ちょっと降ってる。本日の宿、ザヤホテル。ここかな。ザヤホテルはマンションの一角がホテルになってる感じですね。現在4時半前、空港から1時間かからずにザヤホテル到着です。トイレとバスルームはかなり清潔感があります。現在の気温は約3度。だから冬の北海道みたいな感じです。まずお金がないんで ATM で現金をちょっと下ろしてこようと思います。無事モンゴルのお金クドゥル下ろしてきました。チンギスカンが描かれてます。だいたい日本の20倍らしいんで、日本の100円が2000クドゥルだと思います。間違ってたらどうしよう。で、街は結構若い人が多い。顔はやっぱ日本人に似てるというか、やっぱアジアに戻ってきたなって感覚があって、どちらかというと韓国人寄りな人が多いように見受けられます。ほんと冗談抜きで車が高い高級車ばっか。これもベンツのG クラスとかいう多分高いやつでしょ。で、そしてレクサスめっちゃ見るの。あとハリアーとかプラドとかランクルールとかほんと多い。あ、ここまたレクサスだ。なんでこんなに車いい車ばっかなのかな。なんか一説によるとモンゴルの平均年収7万円とかいう風な話も聞いたことあるんで、絶対7万円じゃないなっていう感じです。結構裕福な感じが見て取れます。ウランバートルの市街はすごく渋滞が緩和されてないというか、渋滞がひどいって聞いてたけど、バスがかなり通ってるんで、これ駆使して歩けばめちゃくちゃ便利に回れそうな気がしてきた。ちょっと明日からはバス調べて乗ってみようと思います。いちご有名なのかな。いちごの販売がすごく行われているようです。いや、気持ちいいね、これは。なんかすごく平和な感じがします。アジアなカオス感がないというか、でもなんかちょっと北朝鮮の映像をテレビで見る感覚にちょっと近い気もしていて、なんでかな、なんか感じるよね。今言ったちょっとなんか北朝鮮を感じるっていうのは、なんか一個昔を見てるというか、ちょっと一昔前の感じがするんだよね。だからこれからガンガンと来たら今日本と同じような感じになるのかもしれないけど、どことなくちょっと古さを感じます。それが良い。探しに探したゾチョンモンゴルあった。いやマジでむずい。ゾチョンモンゴルってここの看板には全然書いてくんないんだよな。全然読めない。でもこれがちょっと調べていたお店なんで、モンゴル料理食べていきます。価格帯としてはやっぱ日本と同じぐらいの感覚で、フライドポテトが8000って書いてあるから400円ぐらいで、今回頼もうとしているこの定食セットマトンが1000円、そして牛肉の場合は800円だから日本とそんな変わらないんだよね。頼んではないけどお通しのパンみたいなやつ、多分これ甘いんじゃね。でこれがもちもちしてそう。練乳みたいな。美味しそう。ちょっとお通しみたいなやついただきますか。かじって。あ、ドーナツ系だ。結構もちっとした。もっちりじゃないの。ドーナツ。甘いの。練乳だ。揚げたドーナツなんだけど、これ自体にそんなに味はなくて、この練乳をつけて食べるんだけど、結構重たいしあったかいわけでもないから、普通。食べなくてもいいかもしれない。出さなくてもいいかもしれないぐらいです。ゴリゴリの定食きた。うまそう。いただきます。あ、ご飯は韓国と一緒でシュッてやるんだね。ふわっじゃないね。韓国
かっこいい。じゃあいただきます。いただきます。すごいいっぱい。どう？美味しい。ごちそうさまです。バスはなんか路面電車みたいな感じで上の鉄線につながれてるわ。変わってるね。ほら、モンゴルといえば第一に遊牧民、ゲル生活している人たちを思い浮かべると思うんだけど、その人たちって全人口の 10% ぐらいしかいなくて、さらに言うとここ首都ウランバートルに関しては全人口の 40% も住んでるみたいなんで、ほとんど都市に住んでるっていうのが現状らしいです。車はトヨタがめっちゃ多くて、レクサスとかバンバン走ってる。たまにベンツも走ってるから、ほらまたレクサスあった。結構いい車乗ってるよね、みんな。左手に見えてまいりました、バルカ国際銀行。あのオレンジ色のやつはバルカ国際銀行です。あれ実際は国立オペラバレエ劇場で、全然銀行じゃないらしいです。目の前には馬も走ってるわ。かっけえ。チンギスさんがモンゴル帝国築けたのもこの騎兵のおかげって言われてて、もうちっちゃい時から馬に乗って、もう本当に衣食住を馬と一緒に共にしてたから、騎兵が超強くてヨーロッパ各地というかアジアを制圧したって言われてます。目の前に見えるのが、あれがチンギス・ハーンなんだけど、このモンゴル帝国を作る一番活躍した人、相当広い範囲にモンゴル帝国を広めためっちゃ強い人なんだけど、これがビバンでいうと乃木がドラムに盗聴器をつけられた広場になってます。あそこの警察官に写真撮るのは、観光客なのかな。だいぶ観光客じゃない？俺も撮りたいな。今ありがとうございますって言って日本の方？日本のツアー？目の前に見えるのが、一番偉そうなのがチンギス・ハンです。この広場の中心に見えているのは、近代モンゴルの礎を据えた革命家であるスフバートルの騎馬像です。スフバートルは1921年にモンゴル革命時に活躍した近代モンゴル軍の父と言われている英雄です。今6時半で多分かなりの帰宅ラッシュなんだけど、歩いて帰ってる人もいるぐらい今道がめっちゃ綺麗なんで、道路にゴミ全く落ちてないし、あと道路も整備されていて、東南アジアとは全く違います。またベンツの G クラス止まってるよ。すげえな。モンゴル来て気づいたのは、明日スーパーとかもご紹介するんですけど、韓国の品めっちゃあります。カップラーメンとか商品も大体韓国製になってるので、韓国料理多分美味しいと思うんで行ってこようと思います。韓国料理コリアンレストランボンが到着。two people。店内は満員。めっちゃ人気店だな。リブスープとヤンニョムチキンとキムチナゲ、いただきます。こんなスープなの？うまいわ、温まるわ。お肉はがっつりプリプリの牛肉が入っていて、味付けはシンプルな塩味なんだけど、肉の出汁がめっちゃ出てる。ヤンニョムチキンは結構小ぶりに切ってあるんだけど、味自体は甘辛いヤンニョムチキンです。韓国といえば小ぶりの無料のおかず、このキムチが特に絶品なんだけど、この韓国風おでんとかも美味です。ごちそうさまです。今8時なんだけど全然明るい。モンゴル日沈むの遅っ。お疲れ様です。ただいま。今からエアビアドビの宿に移動してこようと思います。結構高くて1泊多分7000円ぐらいしたんで、いい宿だと思うんで期待していきたいと思います。まずはバスに乗って移動します。やはりこの左側にもレクサスがあります。すげえな、本当に。あっち側にもレクサスとプラドがある。もうこういうウランパートは本当に高級車ばっかです。全部トヨタ。バスのチケットが全然見つからない。なんかバス停にそこら辺にあるっていう風にネットで見たんだけど全然売ってなくて、結局今チンギス・ハン公園というかメインスクエアの方で買えるっていう情報を得たんで向かってます。
中心街に戻ってきたけど、ここならありそうだな。うわ、見つけたバスカード、これだ。yes, so this. Wait a second. タウンミャン。タウンミャンが。OK。タウンミャンがは5000っていう意味らしいです。OK。何言ってるかそんなにわからない。タウンミャンが。Yeah。2000。Thank you. Thank you very much. Thank you, bye. モンゴルのバスは今までは現金だったけど、なんかつい最近からかこのメトロカードじゃなきゃ乗れなくなったらしいので、メトロカードゲットできました。4対9のバス到着。前から乗らなきゃいけないんだよね、モンゴルは。絶対前から乗って後ろから降りるが鉄則です。ここは財務省みたいです。財務省の周りにある車は本当にでっかい車ばっかだな。本当レクサスとかランクルとかめっちゃ人気なんだな。ここら辺だよね、今回の家。これか。まあ財務省目の前じゃん。目の前には G クラスがやってきた。エアビーの宿見つけた。今4563っていうパスワード入力してって言われて入力したらここが開いたから、ここの中でした。開けた瞬間ロビーなんだね。めっちゃ綺麗。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。あ、IH のあれだよ、調理器具だよ。うわ、めっちゃ広いベッド。うわ、日もめっちゃ入るじゃん。最高ですね。ここは団地街かな。でもやっぱ団地にもレクサスと赤は止まってるんだよね。あ、またレクサス来た。ほんとレクサスめっちゃいる。基本的に自分で稼ごうっていう気が強いらしくて、自営業だったり、あとは職は持ってるけど他に副業やってるっていう人がかなり多いらしいです。目の前にもレクサス、そしてあっち側にはプラドに G クラス。どういうことなんだろうな、本当に。やっぱりウランバートルはかなり渋滞がひどいって聞いてたけど、その通りです。もうこの橋とかも渋滞だし、あっち側もかなり渋滞してます。まさかのこの橋の名前は太陽橋。あ、またレクサスいた。ベンツいた。すごいな、マジで。なんでこんなにいいんだろう。高級車ばっか。結構鉄道も発達してるみたいで、南北じゃなくて、そうだ、東西に電車も動いてます。でも超遅いらしい。今から行くスーパーはモミンって書いてあるやつ、ノミンか。あれが一番ここら辺で有名なスーパーらしくて、結構チェーン店なんだけど、系列店なんだけど、食材が揃ってると有名です。ノミンスーパー到着。なんか新鮮そう。あったけえわ。日本みたい。日本と韓国の融合じゃない？ここは韓国語で、こっちは鶏卵とかふりかけが置いてある。でもふりかけがだいたい400円するよ。結構するね。来たー、見つけたぞ。日本のカレーのルー、ゴールデンカレーとか、あとは SB があります。本当はハウスのバーモンドカレー派なんだけど、でもこれでも全然嬉しい。だいたい値段が SB が400円のゴールデンカレーが500円。確かに日本でもゴールデンカレーは高いからそんなもんかなっていう形です。じゃがいもはバラ売りでも日本みたいに売ってて、あと1週間ぐらいだから3つぐらいあればいいです。3つ購入します。で、後で測りで。卵コーナーは25個入りとかも売ってるけど、ちゃんと日本と一緒の10個入りも売ってて、だいたい300円ちょっとです。一緒。日本よりちょっと高いね、やっぱり。豚バラ今2切れ購入したら200円ぐらいでした。手羽先もちょっとデカめのやつ2本購入したら、これも200円ぐらいか。安いな。今結構お買い物カゴは満帆になり始めました。爆買い。だいたいこんだけ買って3000円ぐらいだったんで、1週間これで過ごすのめっちゃ食費抑えられます。いいよ。今日購入したのは白米とかカレーとか、あと
肉が2種類と塩コショウトマト、あとは野菜類とキムチかな。これ全部で3300円。日本と物価変わんないんだよね。久々のカレーうまそう。ほぼ完成です。では食べていきたいと思います。カレーいただきます。お手洗いもバリバリ綺麗。うわ、洗濯機ある。そしてバスタブじゃん。バスタブじゃん。これはすごいわ。調理器具も一式揃っていて、鍋とか、あと、なんていうんだろう、ご飯の炊飯器もあります。炊飯器は確かここだ。あった。で、パン焼くやつもあるし、冷蔵庫ももちろん、めっちゃ綺麗。ここにはコップもこんだけ種類あるよ。モンゴルでヤビー考えてる人、ぜひここ使ってください。めちゃくちゃおすすめです。Wi-Fi の速度、爆速。久しぶりの爆速だわ。おはようございます。今日も晴天なんだけどやっぱ寒い。最高気温8度の最低気温マイナス5度。現在5度です。いや、今から走ってこようと思うんだけど、ガンダン寺っていうモンゴルで最大のお寺、チベット仏教のとこ行ってこようと思います。ガンダン寺到着。この建物自体は1838年だから約200年ぐらい前に建てられたチベット仏教で、モンゴル最大というふうに言われてます。中は結構バコーンと最初からすごいわけじゃなくて、すんなりというか、庶民の家みたいな感じになってます。モンゴルが社会主義時代だった時のモンゴルの人々の信仰の中心だったそうです。やっぱ作りはそんなにドシンという感じじゃなくて、ところどころに寺があるっていう感じになってます。見た感じすげーってなるような寺ではないけど、歴史は正しくて、歴史はすごくて、今でもかなり信仰する人は毎日のようにお祈りに来ているところらしいです。本当にウランバートルのど中心にあるんで、もうウランバートル来る人は立ち寄るのはすごく簡単な場所にあるんで、ぜひおすすめです。ちっちゃい子が泣いてるとこでは、なんか火焚いてるな。なんだろうあれ。Airbnb に帰って昼ご飯作ろうと思います。本当にモンゴルは物価が日本と変わらない、また高い。今の日本より安い国が見当たらないぐらいなんで、ちょっと自炊させていただきます。